皆さんこんにちは、のばなです。今日はアメリカのハロウィンの様子をお届けしたいと思います。ご近所さんがプレハロウィンパーティーをするからおいでと誘ってくれたので、家族で行ってきました。ワインにビールにお菓子にピザまで準備してくださいました。知り合ってまだそんなに経ってないのに、こうやって招待してくれることに感謝です。コミュニティ内を移動するゴルフカーもすごいことになってます。6時頃から一軒一軒家を訪ねてお菓子をもらいに行きます。アメリカのハロウィン、大人の仮装もすごくてめちゃくちゃ楽しかったです。こちらにはお菓子を2個どうぞと書いてあります。すごいね。ドイツではハロウィンはそこまで盛り上がらなかったのですが、来年は私も仮装したくなってきました。夜の8時過ぎまでお菓子をもらいに行き、子どもたちも私たち親も楽しいハロウィンを過ごすことができました。さて、ハロウィンが終わった後は大統領選挙ということで、私も毎日ニュースや YouTube を見ながらどちらが勝つのかドキドキして見守っていました。テレビや新聞だけではなく、今の時代は YouTube や X、インスタといろんなところから情報を入手できるので、いろんな意見が聞けて勉強になりますよね。テレビやマスコミの放送だけを見ていても本当のところはよくわからないし、それこそマスコミが叩く先には何か隠したいことがあるんだと思った方が賢明だなぁと思うようにもなりました。本来正しい情報を発信するのがマスコミだと思うんですけどね。といろいろと思うことはありますが、今回の大統領選挙の結果でアメリカがより良い方向へ進むといいなぁと思います。私たちもアメリカに住ませてもらっているわけなので、政治に関して全く無頓着でいるわけにはいきません。そして3年後には私たちはドイツに戻るので、ドイツの経済や日本の経済についても勉強していきたいと思います。40歳を超えるとあれですね、自分の健康についてもそうですが、未来のことについても考えるようになるもんですね。なんとかなる精神でずーっと生きてきましたが、ある程度の計画も必要だなぁなんて思うようになりました。特にアメリカに来て投資をしている人たちと話すと、やっぱり投資って必要なことなんやなーって思ったり、皆さんは何か投資をしていますか？最近無印のインフラゼロハウスというのを見つけたんですが、素直に感動したんですよね。子供たちが成人したら夫と2人で暮らすわけですし、日本でインフラゼロハウスを買って海の近くで暮らそうかななんて考えたり、想像するだけでワクワクしてきます。27歳の時にドイツに渡り、今はアメリカにいるわけですが、やっぱり最後は日本で暮らしたい。これが本音です。お正月におせちを食べて、春には満開の桜の下でお花見、夏にはお盆に花火大会、秋や冬には温泉に行ったり、大晦日に除夜の鐘を聞いて初詣に行く。そんな日本での日々がとても懐かしく恋しいです。アメリカに来たらアメリカ産のワインをたくさん飲もう。
なんてドイツで決意していたのですが、アメリカなのにアメリカ産のワイン高いんですよね。なんでなんですかね。多分ドイツでドイツワインが安かったからアメリカで高く感じるだけなんですかね。ドイツってビールもワインも本当に安かったなーって思います。でもお肉はアメリカの方が安いと感じます。コストコに行けば多分もっと安いんだと思いますが、私はクレジットカードのポイントを貯めたいので、リードルで基本的には食品を買うようにしています。七面鳥のミンチに最近ハマっています。リードルは比較的お値段も安く、リードルのアプリを持っているとさらに安くなったりするので、ドイツでもアメリカでも私はリードルのヘビーユーザーです。何でもかんでも大きいアメリカ、4ヶ月経ってだいぶ慣れてきました。今日本に行ったら何を見ても小さって思うんでしょうか。皆さん見てください。このツナ缶、重すぎて持てません。なんとハノーファーと書いてあるプレッツェルを発見しました。ドイツでビールと一緒に食べるプレッツェル、美味しかったなぁなんて恋しく思ったり。スーパーにはもうクリスマスソングが流れているのですが、クリスマス商品もたくさん並んでいます。でもまだ半袖を着れるくらい暖かいので、なんだかクリスマスが近づいている感じはしません。この時期になるとドイツもクリスマスマーケットが近づいてきてウキウキしてきますよね。このクリスマス時期に食べるバニラキプフェルも大好きです。去年はラオッシュのチョコレートのアドベントカレンダーを買ったんですよね。今年は皆さんにクリスマスボックスを販売できなくて残念ではありますが、また3年後スタートできるように頑張りたいと思います。ドイツでも時々運転はしていましたが、基本的に運転はそんなに好きじゃないんですよね。でもここアメリカではそんなことは言ってられません。自転車でスーパーには行けないし、電車ももちろんありません。サウスカロライナ州はアメリカの南の方に位置するのですが、南の方は暖かい方が多いらしく、運転もそんなに荒いと感じたことはありません。
ただ16歳から一人で運転もできるようなので、たまにモンスタートラックみたいな車を運転している若い子を見ると、子供が運転してるやんってびっくりします。さて、最近流行りの4読抜き生活に挑戦してみてるので、今日も4読を抜いたお料理に挑戦してみます。4読抜き生活を始めて3ヶ月経ったのですが、一番の変化は腰痛がなくなったことです。2年ほど前から就寝前や起床後に時々腰が痛くなってヨガやストレッチなどをやっていたのですが、40歳になると体も衰えてくるもんやなぁと年のせいにしていました。神経疾患は植物性の油が原因と聞きましたが、私はこの3ヶ月本当に植物性の油もナッツやチョコレートなどの油も避けてきたので、これは4読を抜いた結果なんだろうなぁと実感しています。まだ人生の後半戦にも入っていないと思うので、腰痛がなくなったのは本当に嬉しいです。やっぱり日本人はお米が一番ですね。足し算をして生きるのではなく、引き算しながら生きていく。若い頃は欲しいものがいっぱいで、次から次へと物を増やすことに何にも感じなかったのですが、今はとにかくできるだけ物を増やさずに、いかに減らすかにフォーカスしながら生きています。今はアメリカで暮らしていますが、いずれドイツに戻りますし、その時にまた大量のものを送るのは大変です。なので必要なものだけ買うように意識しています。今年も残すところあと1ヶ月半くらいですね。時の流れの速さに本当にびっくりします。2024年にやり遂げたかったこと、2025年に成し遂げたいことなどをまたゆっくり考えていきたいなと思います。皆さんは2024年にやりたかったことなどは達成しましたか？私はこうやって皆さんと YouTube やインスタで交流ができていること、皆さんのおかげで YouTube をやめずに続けられていることに感謝しています。これからも誹謗中傷や弱い自分の心に負けず、コツコツと継続して続けていこうと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。